What's up, yo? Welcome back to my channel. I hope you guys having a wonderful day. And I went to LA for 18 days. Finally, I came back to Japan. Just 18 days, but I had a lot of experiences in there. Like meeting my friends in LA and going to the picnic, going to the beach, eating good foods and sleeping well. Yeah, that was kind of vacation time, chilling time for me. That was so fire. Thank you, LA. I'll be back soon. ってことで、昨日の夜、日本に帰ってきました。時差ボッケボケのボケで、寝ても寝ても金縛りに遭うという最悪な状態で今動画飛ばしております。よろしくお願いします。前回ね、皆さんからいただいた質問にお答えする質問コーナーをさせていただいたんですけれども、今回はその時に答えれなかった質問に答えていこうと思います。なんでパート2でございます。よろしくお願いします。どうですか、皆さんは素敵な夏をお過ごしでしょうか。今日はできるだけパパッといきたいと思いますんで、よろしくお願いします。リエさんとはどのようにして出会ったんですか。これいい質問ですね。これ出会ってなかったら今こうなってないと思うんで、すごいいい質問だと思います。まず私はダンス始めたんが地元のスタジオで、そこに体験レッスン行ってみたいな感じでダンスを始めたんですけど、いろいろヒップホップ、ジャズファンクとかいろいろやった中で、そのダンスボーカルに特化したスタジオになったんですよ、そこのスタジオが。だからダンス&ボーカルっていうのをやってて、歌いながらこうちょっとアイドルチックな感じでやってたんですけど、それももちろん楽しかったんですけど、それと同時進行でコンテストチームも所属させてもらってて、ダンスだけやる自分とダンスボーカルやってる自分みたいな。その時に習ってた先生にリエさんのことを紹介されたというか、インスタでめっちゃかっこいい人おるけど知ってるみたいな、絶対リコ好きやでみたいな言われて、見たらもう衝撃受けて、その時になんか実際にお会いしてみたいなって思ってたその時期に、ほんまに奇跡的にリエさんがダンスビデオを撮るオーディションをしますってなって、でこれ行かなあかんなと思って東京に受けに行きましたね。でそこでありがたいことに合格させていただいて、ダンスビデオに参加させていただくことになったんですけど、それが一番最初の出会いですね。その時にレイナーコもいたんですよ、クイーンミーとして。レイナーコと仲良くなったのも最近なんで、最近その事実を打ち明けたらびっくりしてましたね。あれがこれみたいな感じでね、なってました。私ですっていう感じで、リエさんと出会って、でそれが終わってから私も決心ついて、やっぱりダンス一本で行きたいなって思ったから、ダンスボーカルの方を一回お休みしてダンスに集中しようって思ったきっかけにもなりましたね、リエさんに出会ったことが。通ってた地元のスタジオを辞めて自分で受けたい先生探していくようになって、で本格的にヒップホップ始めたんで、本格的にヒップホップ始めたのは高校3年生とかやと思います。高1高2はみたいな、そのヒップホップしてなくてみたいな、そっち系やってたんで。でも中学生の時とかもうめっちゃリエさんの動画見て真似して覚えてみたいなのをめっちゃしましたね。でそれから何年経ったんやろな、あれダンスビデオのオーディション受けたのが14歳とかやったんですけど、そっからリエさんに全然会ってなくって、20歳ぐらいの時にまたリエさんが、じゃあ今回は新しいチームを作りますっていうオーディションがあったんですよ、ナイキさんとコラボした。それ見つけた瞬間に来たーと思って、結構自分リエさんのダンスビデオを出させていただいた時に、もっと自分頑張らなあかんなって思ったんですよ。東京のうまい子の中に大阪っ子一人ポンって入って、もっとエンジンかけていかななって思ってたんで、自分が納得できるダンスできるようになってからリエさんに会いに行こうっていうのはずっと思ってて、だからその中2でオーディション受けた時から
20歳でオーディション受けるまで会いに行かなかったんですよ、わざと。自分のダンス磨く努力を、してて、で、そのオーディション情報が目に入ったから、これ受けるしかんやんけと思って受けに行ったのが、2回目の再会ですね。それもありがたいことに合格させていただいて、そっからですね、リエさんによくお会いするようになったのは、そうですね、リエさんとの出会いは、そんな感じです。2回目の20歳でオーディションを受けた時に、リエさんに言ったんですよ。私実は中2の時に1回オーディション受けに来てて、みたいな。覚えてますかねって言ったら、びっくりしましたね、それも。マジか、あれが、それってなってましたね、また。合格できた時はすごい嬉しかったですね。ほんで、一緒にショーケース出させていただいたりとか、お仕事お手伝いさせていただいたりとかしてて、で、RS 東京のお誘いいただいたって感じですかね。びっくりしましたよ、私。別の仕事で韓国行ってて、飛行機乗る前に、ダンキンドーナツのクリームとバナナとヌテラ入ってるみたいな、えげつないカロリー爆弾を食べてたんですよ。なぜかというと、その撮影のためにめっちゃ減量してたんで、今やと思ってあってするときに電話かかってきて、で、その内容で、ひっくり返りましたね。なんかバナナのヌテラのやつなんかもうパーン投げて、はい、嘘ですけど。それぐらい嬉しかったですね。What did you learn the most in World Street Women Fighter? ということで、いっぱい学ばせていただきましたよ。一番は、そもそも私、誰かと何かするみたいな、チームでの活動苦手なタイプなんですけど、今回の RS 東京の活動を通して、その概念が変わりましたね。チームってこんなに素晴らしいんやって思いました。他の6チーム、全チームを見てそう思いました。やっぱ1人じゃできないことを8人7人いればできるし、人生一人行動っていうタイプなんですけど、だからこそなんか自分がいつもやったら自分一人で抱え込んでることも誰かと共有できたりとか、話聞いてくれるメンバーがおったりとか、一緒に解決しようって言ってくれるメンバーがおったりとか、そういうのがすごい素晴らしいなと思いましたね。それを教えてくれたのはもちろんスーパーでございます。あとはメディアリテラシーですね。なんていうんですか、この SNS が普及したこの社会に生きてると、目で見る情報が多いじゃないですか。そういう目で見た情報を鵜呑みにしてはいけないなという教訓を得ました。私の人生において私が大事にしてることなんですけど、ほんまになんか大事なこと、ほんまに大事なことって目には見えないんですよ、絶対に。誰かが言ってたとか、どっかで見たとかじゃなくて、自分で感じたこととか、自分で見て考えたこととか、自分で体験した感情とかの方が大事ですよね、本当に。難しいけど、me personally ね、私の意見ですけど、あくまでも私はこの大人数がたとえ yes と言ったとしても、自分が no やと思ったら no なんですよ。10人いて9人が yes って言ったとしたら、やっぱ yes って言っといた方がいいんかなってなるじゃないですか。だって9対1やもん。自分はそれでも、たとえ自分が1やったとしても、何かに流されて自分の意思を曲げたくないというか、別に自分が自分はノーやと思うんでって言ってノーって言い切って自分が間違ってたら、それは自分が悪いし、もしかしたら自分のノーが正しいかもしれないじゃないですか。だから人に流されずに自分の意見を大切にしたいし、便乗するような生き方をしたくないと思ってて、自分はノーならノー、イエスならイエス、胸を張って正しいと言いたいです。私はイエスキリスト様っているじゃないですか。イエスキリスト様も手下が10人いて一緒にチームとしてやってきたのに、その中の2人に裏切られてしまったじゃないですか。そのイエスキリスト様でさえ10人中8人にしか好かれへんかったのに、このちっちゃい日本のちっちゃい大阪に住んでる私なんかが10人全員に好かれるなんて不可能なんですよ、絶対に。結局ね、最終、何をしたとしても誰かしらに何か言われるんやったら自分の好きなように生きようっていう信念を貫いていきたいなっていうのが私の思いですね。スーパーの撮影において
忘れられないスペシャルな思い出は、私どっかで言ったことあるかな。もしかしたら初出し情報かもしれないですけど、ほんまにずっとコレオの世界で生きてきたんで、バトル出たことなかったんですよ。やってみたいことの一つやったんですよ。で、このスーパーが始まって、もう割と序盤で、はい、バトルってなって、うわーってなって、私的にね。からのノーリスペクトバトルが、自分的に人生初めてバトルで、だからあの日、バリ緊張しましたね。ほんまにバリ。もうアジトの中でももうそわ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 して。でもまあ自分的に何事も挑戦しないことには成功も失敗もないと思うんで、やってみたかったことやっと今できるって思って頑張りました。はい、めっちゃ緊張したし、正直全然出し切れてないし、やけどむっちゃいい経験になりましたね。こんなに長い間ダンスやってきたのにバトル挑戦したことない人って多分多いと思うんですよ。私みたいにやったことないことを挑戦するのってすごい不安が伴うじゃないですか。やってみたら案外こんなになんか楽しいもんなんやって思うことってあるじゃないですか。私的にはバトルはほんまにそれでやってよかったなって思いますね。てかほんまスーパー出させてもらってて感謝です。ほんまにスーパーなかったら一生多分バトル出てなかったんで、めっちゃ感謝ですね。Any episode スーパーのanyエピソードでもまあまあ全部のミッションほんまに楽しかったけど、皆さん私のことすごいギャルって呼んでくださってめっちゃ嬉しいんですけど、私自分のことギャルやとあんま思ったことなくって、でももうこの際ギャルになりますけどね。もうなります。ギャルです。じゃあメガクルーのミッションの時に千葉由紀さんの楽曲を聴いて、で私はゲームセンターで遊ぶ平成ギャル担当っていうのが決まったんですよ。その時に私結構ずっと前から自分はギャルじゃないから平成ギャルの格好とかメイクとかして街繰り出してって思ってたんですよ。一個の願いやったんですよ、私的に。だからシュキターと思って私めっちゃ気合入って、でニーナちゃんとアコと私で3人やったんですけど、ほんまに東京のマルキュー見に行ったりとか、どうやったらギャルになれるかっていうのをもう一生探しまくって、で結局衣装になったんですけど、髪型もなんか気合い入れたいなと思ってロングブロンドっていうのを私高2ぐらいから一生やり続けてるんですよ。高2、高3、第1、第2、第3、第4卒業して今だから7年ぐらいやってるんですよ、金髪やけどこの際やりてーと思って、結局このねデザインカラーって言いますか、部分でブラックを入れてもらったんですけど、で前髪もな切りたいと思ってたんですよ。でもその前髪もなんかちょこちょこ切ってたんですけど、いらんってなってて、でもこの際ちょっと短めにいっちゃおうかなってことで、目の上芋って私もう行きますよみたいな、美容師さんもう切っていいですかみたいに言ってくださってたのに、私ちょっと待ってくださいね、こんな短いのいけるかなっていうのを10分ぐらい待たせてから、はいお願いしますって言って切ってもらいました。でもそれが私的には結構大当たりイメチェンでめっちゃ気に入ってますね。それ結構なんか思い出に残ってるエピソード。これは怖いなって言って一生懸命やってくださいました。ありがとうございました。映りたくて切り抜かれたくて、すごい全カメラに挨拶しましたね。おはようっていうのを全部にやってました。それとかなんかカメラに向かって「おい見えてんのかそれ見てんのか今」みたいなこともしてましたね。はい、全カットでした。みんな結構同じぐらい仲良しやけど、スーパーの撮影が終わってレイナ・ニーナ石垣島に行きました。くっそ楽しかったなー、くっそ楽しかったですね。もうビーチで遊んでまくって、バーベキューして、シュノーケリングして、ウミガメと泳いで、ドライブして、ソーキそば食ってみたいな、めっちゃ最高やったな。あれ楽しかったな、あれな。まあ一応ツアーみたいな感じで行ったんで、私ら3人プラス男の人2人で5人やったんですよ。5人ツアー。なんかすいません水かかっちゃった、ごめんなさい、すいませんみたいな、なんか気まずかったですね、あれは。When did you get your nose piercing? 私は鼻ノストリルとセプタムが開いてます。
ドラガス耳たべっこあへそ鼻に開けた理由はめっちゃおもろくて、私昔から自分の鼻めっちゃ嫌いで、めっちゃ鼻ちっちゃいんですよ私。ほらノーズピアスでさえこうもう出たがってるというか、わかります？なんかどうにかこうでかく見えへんかなと思って、鼻をでかく見せる方法を自分的に追求した結果、鼻ピを開けることになりましたね。でここはなんで開けたかな。これもなんか自分の陣中が嫌いやったからかな。でもほんま面白くて、まあ皆さんもそれぞれ、私もあるみたいに皆さんもコンプレックスとかあると思いますけど、ほんまに時間が経てば一番好きですもんね今自分の鼻が顔の中で。はい、ほんま何が起こるか分からないですよね。何事もそうですけど、その時は自分の中のめっちゃ悩みやし、もう見とってみたいな感じになりますよね。コンプレックスこそ自分のスペシャルやと思うんで、自分にしかないギフトやと思うんで、大事にしてあげてください。ダンスやってる方向けの質問になりますけど、 Any tips for remembering the choreo at the workshop？ 振り覚えに関してですね。自分は遅いからって思いすぎないことですかね。私もまだ全然修行中なんで、私の視点からしかものは言えないですけど、私的にはダンスってできひんと思ったらできひんし、できると思ったらできるし、勝てると思ったら勝てるし、負けると思ったら負けると思うんですよ。だから振り覚えに関しても、自分遅いからなって苦手意識持ってるとどんどん遅くなると思うんで、自分がくっそ振り覚え早いと思って自信持ってスタジオに入ることが大事だと思います。前で行ってた時になんか一人でクラス受けてて、でも一人で踊ってみなよみたいな感じで言ってくれたんですよ。それこそ82のジヌ先生がシャーと思って、やったーと思ってめっちゃ気合入れで行ったら、マジ1-8ぐらいで振り全部飛んで、でそっからもう1分半ぐらいフリースタイル続けるっていうね。私でもそういうことあるし、だから全然なんかコンプレックスに思わなくていいと思います。ただ遅い苦手やーって思わないことが大事だと思いますね。脳みそって勘違いさせれるんですよ。たとえ自分が自信なくても、自信あるふりしてると脳みそが勘違いして、この人自信あるわって言ってパワー出せたりとかほんまにするんで、スタジオ入る前に一回考えて、一回こう胸に手を置いて、一番強い、一番かませるって思って入ることですね。シック。最近はさ、もう最初からこれを習い始める子が多いけど、それでもやっぱりベーシックがないとこれは絶対成り立てへんと思うから、ベーシックちゃんと教えてくれる先生に一回通うことが大事かなって私は思います。ノーベーシックノーコレオ、これどこの国行っても言ってます。ノーベーシックノーコレオ、 You got this。 高校3年間か。うわー懐かしいですね。楽しかった高校。制服がない髪を染めてもいいという奇跡の学校に合格することができまして、ワールド・オブ・ダンスっていう世界のダンスコンテストにクルーで参加することになって、練習して予選挑戦して、そこ通ったら LA でのチャンピオンシップに行けるっていうクルーに入ってたんで、 JK したいっていうのはマジで最初の1年ぐらいで終わって、高校2年から3年頭ぐらいはずっとコンテストに集中してたんで、もう学校制服なかったんで、もうダンス着で行って、チャイムと同時にさようならぐらいからもう走ってリハ向かってみたいな生活でしたね。メイクとか全然気にせずに、なんかもう平井って書いた体操服、ウルトラマンみたいな赤とグレーの体操服で投稿したりも全然しましたね。今思い返したら高校の時ってダンスやってる以外は勉強のこと考えてたかもしれないですね。ダンスあるあるやと思うけど、テスト期間なんか関係なくいっぱいあるやんダンス。でも自分はダンスのことは絶対妥協したくなかったから、ダンスのスケジュールが決まったらもうそれは絶対変えない。やからこそ自分で隙間時間見つけてめっちゃやってましたね。例えば学校終わってダンス行くまでの電車とか、終わってから家までの電車で家帰って3時間だけちょっとやって、それとか朝早く起きて3時間やるとか、自分が今日の夜ダンスがあって勉強できひんって分かってるんやったら休み時間全部勉強するとか、なんかそうやって
ダンスのスケジュールをもとに隙間時間を見つけて全部勉強に当ててましたね。頑張ってください。頑張ってください。すごいいい大学ですよ。ほんまにお姫様しか通われへんみたいな、お城みたいな学校でした。4年間大学行く中で、私は数百万回大学を辞めたいと思いました。正直。親にも相談しましたし、学校の先生にも相談しましたし、それぐらい辞めたい時期もありましたけど、ダンスにもっと時間を使いたいから。自分が学校行ってる間、大学行ってない子はもっとダンスしてる。共感する子めっちゃ多いと思うんですけど、今考えたら甘いやなと思いますね。甘い自分と思います。だってできる人はできるもん。たとえ大学行ってなかったとしても一日中ダンス頑張れる子もおれば、なんか寝てダンスちょっとだけやるっていう子もおるじゃないですか。それと同時に大学行ってるからダンスする時間がないって思う子もおれば、大学行ってても空き時間見つけてダンスに集中してダンスの道も大学の道も一生懸命頑張れる子もいるじゃないですか。だから二と追うものは一とも得ずみたいなことわざあるじゃないですか。2個どっちも捕まえようとしたら結局どっちも捕まえれないよみたいなことわざあるけど、私は全然それ間違ってると思うから、2個掴みたいんやったら掴めるまで頑張れっていう派なんで、だから勉強とダンスで悩んでる子はどっちかって選ばんでいいと思いますね。私はどっちもやりたいんだったらどっちもやったらええ。固定概念を崩せっていう感じですね。いやでもな、壮絶やったな。今考えたら大学生活4年間ほんま壮絶でしたね。ちょうど私がダンスマジ本気でやりたいと思った時期と大学がもうどんがぶりやったから、でもダンスのスケジュールは一切変えずに行きましたね。だからなんかうまいことトントン拍子に行ってるように見えるかもしれないけど、自分も悩みましたよ。めちゃくちゃ大学は最終のテストとめっちゃ大事なダンスの予定がどんがぶりしちゃって、で学校の先生的にはこのテスト受けへんかったらあんた点数ないよみたいな感じやったんですよ。でここまで頑張って毎回レポート出したのに最後のテスト受けられへんだけで成績もらえへんのっていう感じやったんですけど、結局ダンス行きましたね。なんや隣人コミュニケーションってなんや社会学って思ってましたね。私社会学部やったんですけど知らんがなって思ってました。心理学とか今考えたら結構役立つ知識めっちゃもらえてたし、だからめっちゃいい経験になったって言えますね。言い切れますね今なら。でもなんか大学行くにしても、高校生、中学生、高校生、大学生全学生に言えるけど、ほんまに学生時代の経験ってもう二度とできひんから。卒業したら今を噛み締めといた方がいいですよ。その時間をどれだけ有意義な時間にできるかどうかは自分次第と思うんで。だって周りはこうやもんとか、過去にこうやってした人おらへんもん、できた人おらへんもんじゃなくて、もう自分が先駆者になれと私は思います。言いたいです。でもわかるよ、ダンサーと学生両立はすっごい難しいけど、そうやって悩めるぐらい頑張ってる時点ですごいから、自信持ってそこに。でもそこで踏ん張って踏みとどまって卒業したらもっとかっこいいで。頑張ろう。怪我とか燃え尽き症候群どうやって乗り越えますか？ありがたいことに怪我あんましたことなくて、悩みに関してはオーバーシンキングやと思います。考えすぎ。人間の悩みの 90% ぐらいってまだ起きてないことへの不安らしいんですよ。だから例えばこれこうしたらああなるかなとか、ああなってこうなったらどうしようとか、まだ起きてないことの不安で頭いっぱいになること多いんですって、人間って。で自分も考えすぎること多いんですよ。だけどそういう時にいやまだ起きてへんやんって言われたら、うわほんまやんってなんねん。だからいや考えすぎによる悩みはマジで時間もったいないと思う。自分で何してんねやろって思っちゃう自分でいつも。もちろんそうやで、これこうなったらどうしようで、こうでこれがさこうなってさでこうなったらどうしようって思うことありますよ。ありますけど、逆に全部うまくいったらどうするっていうね、そういう考え方もあるじゃないですか。だから考えすぎとか悩みで頭いっぱいの時は一
回、いやネガティブになってんのはめっちゃわかるけど、一回ポジティブ変換してみること大事かもしれないですね。自分はそうするかも。でももしこれがこううまくいって、なんならこれもこうなって、全部がこううまくいったらどないするっていう、一回そういう考え方したら、あれなんかいける可能性高なってきたかもって思えるから、自分はそうするかもしれないです。どうしたらいいか分からへん時は、一回は悩んでいいと思う。どうしようって思っていいと思うけど、そのうわーってやってる時間さえも、だからさ、例えばダンスのことで、どうしよう、もう自分ってこうなってみたいな悩んでるとするじゃないですか。でも悩んでる時間にもダンス練習できんじゃんとか思うんですね。悩むんやったらダンス練習しようかな、そっちの方が全然インプルーブにつながるかって思うんですよ。もうバッタ入ってるわって思う時間があってもいいと思う。その時間を一回たしなんでから、もうはい次よし、だからこうしよう、だからこうなったからこれ考えすぎやったからもうだからこれをこうしていかなあかんって自分でしか分からへんからさ、悩みの解決方法なんて人にアドバイスもらったところでさ、結局第三者の意見になっちゃうから、自分がどう思ったか、自分がどうすればいいと思ったかが結局正解やと思うから、自分で選んだ道ならどんな結果がついてきたとしても納得できるやんっていう話ですね。深いですね。ほんまに個性っていうのは生まれた瞬間からあると思います。私は自分とマジで 100% 一致してる人ってマジでこの世界にいないじゃないですか、絶対に。自分って個性ないからみたいなよく相談してくれる子いるんですけど、いやそんなことないよって、自分から見たら自分の踊りはシンプルで何も面白みがないって思うかもしれへんけど、こっちからしたら君と全く同じ踊り方する子っていないよって思うんですよ。めっちゃ自信持って踊れてない子っていうのは自分の良さに気づけてないだけだと思います。自分の個性に気づけてないだけでも絶対あるから、個性は自分の動画見漁ったりとか、自分が好きって思えるところどこかをちゃんと自分で理解していた方がいいと思いますね。まだ自分にしかないスペシャルに近づいてる途中やと思ってください。絶対いつか見つけられると思うし、それを見つけられたらもうこっちのもんやん。もうそこ磨くだけやから、どんだけ時間かかってもいいし、全然遠回りしてもいいし、やけど自分から何か行動したりとか、自分で何か変わろうとしてないとそこには到着できひんと思うから、踊り方ちょっと変えてみたり、毎回のクラスでヒット多めの感じでいこうとか、滑らかなネイチャーでいこうとかで、そんなんしてるとやっぱり動画見るたびに、いやこれはちょっとウォーターすぎたなとか、これちょっとなんかパワフルすぎてカチカチに見えちゃうなとか、そういうのとかも自分でいつもと違うことしてやっと気づける点やと思うんで、毎回こうみんなもこう気合い入れてクラス受けてるわけやから、失敗したくないと思うかもしれないんですけど、クラスって一番失敗していい場所やと思うから、いろいろやってみたらいいと思います。私がまだ小中学生やった時のクラスってピックアップが全てとかじゃなかったから、それよりも毎週先生と生で会える機会が自分的にはすごい貴重で、生で見て360度立体で先生を観察して真似できる、そういう機会やったから、かまさなっていうよりも学びたいと思う気持ちでやった方がいいと思いますね。学べてなおかつテンション上がって自分の最高出たらまあ最高やし、でもそんなプレッシャーに感じでいいと思います。変化が怖くて自分の平均点を貫いて何にも変わらんよりも、こっから今日ちょっとこうしてみよう、味で赤かったな、いやこれあんまりやな、でこうやってもっといけるってなる方が楽しいじゃないですか、波あって。だから失敗をビビらずやってみたらいいと思います。時間かけて地道に基礎積み重ねて積み上げてった方が、このやってきたことが自分の自信にもつながるし、このやってきて積み重ねてきたスキルって誰にも奪われへんから、ピョーンってなんかでバズってピョーンって有名になるよりも、こうやって一個一個積み上げてきたものでしっかりとした土台があるダンサーの方が、私はその後輝く時間も長いと思うから、遠回りしていいと思います。いっぱい時間かけてじっくり自分を磨いていけばいいと思います。はい、ってな感じで質問答えさせていただきました。ありがとうございました。こうまだね語り散らかしてしまいまして、もうサンセットが見えてきてますわ。はい、
今回はダンサーさんからの質問にいっぱい答えさせてもらったんで、よかったら参考にしてください。でもとはいえ、皆さんの人生皆さんが主人公やと思うんで、なんか金髪のやつがなんか言うとったなっていうぐらいの感じで受け止めてもらえたら、ちょっとエネルギーにしてもらえたらと思いますんで。はい。LA 行ってて、めっちゃ楽しかったんですよ、毎日。で、楽しすぎて、その Vlog とかも撮ってる場合じゃなかった。ごめんなさい。その携帯ほっちらかして、楽しんでまいりましたね。1週間に1回投稿できたらなと思ってるんで、What's in my bag、スキンケア、ルックブック、キャップグラシズ紹介、モッパン。皆さんの暇つぶし動画になればと思ってるんで、また1週間後にお会いしましょう。